ミエンドウの鞘はカルシウムが実の4倍あるんですよ。皆さんこんにちは。ミエンドウを鞘から出して豆こんなだけやったかと思ったことないですか？そのいつも捨てている鞘には栄養が詰まっています。それをそのまま捨てるのはもったいないですよね。栄養だけではありません。この作り方だと豆の香りが全然違ってきます。今日はハッピーベジ風に驚きの作り方でスープと豆ご飯を作っていきます。さやえんどうとの違いもお伝えしますので、最後まで見ていただけたらとても嬉しいです。ではまずスープを作っていきましょう。さやごとよく洗ったミエンドウを鍋に入れます。実を取り出さないでそのままですよ。水を 400cc 注ぎます。エンドウ豆は若い葉と茎を味わう豆苗。鞘が若い状態で収穫してそのまま食べる鞘エンドウ。絹鞘もこれに入ります。未成熟の豆を食べる実エンドウ。今日使うのが実エンドウですね。そして完熟した豆を味わうエンドウ豆があります。大福やみつ豆などに入っている豆です。成長過程でいろんな味を楽しめるんですね。中火で煮立てて沸騰してきたら蓋をしたまま弱火で10分ほど煮ます。豆によって柔らかくなる時間は多少違いますので、一つ実をつまんで味を見ていただくといいと思います。鞘ごと煮た実は豆の香りがふくよかです。程よく柔らかくなればざるでこします。この汁が出汁になります。エンドウ豆が触れるくらいに冷めればしごくように実を取り出してください。この時汁もたっぷり出ますので、それも大事に鍋の中に入れてくださいね。塩少々で味をつけ、おろし際にオリーブ油を少し落とします。ミエンドウは黄緑色をしていますよね。これはベータカロテンが含まれているからです。ベータカロテンは油に溶けやすい性質があり、油と一緒にいただくと体内で吸収されやすくなります。ミエンドウは完熟していないといっても豆なので、タンパク質も含まれ糖質も適度にあり、体を思いやる食べ物としてはとても良い食材です。このまま食べて豆の味をかみしめていただくのも美味しいのですが、一手間かけてミキサーにかけると市販では味わえないエンドウだけで作った贅沢なポタージュもおすすめです。次は豆ご飯です。鞘付きで 300g 用意します。スープと同じように鞘ごと丁寧に洗います。今回は鞘から豆を出しますね。お米は2合洗って水加減をしています。私は土鍋を使いましたが、もちろん炊飯器でなさってください。この豆の量で3合まで大丈夫ですが、今日は豆たっぷりを楽しんで2合で作ってみます。私は薄味が好きなので塩を小さじ1/2入れました。ですが小さじ2/3くらいが一般的だと思います。酒を大さじ2、鞘から出した豆を加えてひと混ぜします。そしてここからが驚きなのですが、鞘を全部上に乗せます。鞘は上に乗せるだけでお米と混ぜてはいけません。混ぜてしまうと米がふっくらと炊けません。気をつけてくださいね。豆ご飯が炊き上がりました。上に乗せた鞘だけを取り出します。鞘と一緒に炊いた豆ご飯は豆の香りが詰まっています。そして水溶性の栄養素も溶けてご飯に染み込んでいるんです。今日は加えませんでしたが、お家にもち米があれば米の1割をもち米に変えるとシンプルな材料だけに
料亭の味に負けないもちもちふっくらな豆ご飯が出来上がりますよ。エンドウ豆にはうまみ成分のグルタミン酸がトマトの6倍も含まれています。だからシンプルに塩だけの味付けで美味しくいただけるのです。ぜひ実エンドウを使う時も鞘からうまみ、香り、そして栄養素をいただきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の健康と幸せのために少しでもお役に立てたらとても嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。